どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、行ってきましたシリーズになります。どこへ行ったか。はい。今日はね、スーパービバホーム、三郷店行ってきました。このね、ガーデンセンター、ガーデンコーナーに行ってきたんですよ。ホームセンターですね。ホームセンターって言ったらね、僕ね、ジョイフルホンダばっかりなんですよ。ほとんどね。いろいろ行ってましたよ。いろんなの行ってましたけど、カインズとかね、ムサシとか、そうね、植物見るのナフコとか、いろいろ行くんですけど、ビバホーム、今回行ってきたんですよ。スレッズにね、都内とか埼玉で安くて、いい観葉植物が買えるお店ないですかみたいな質問をしてる人がいて、それにね、バーってね、回答がね、こうスレッドが立っててね、みんなよく知ってるなぁと思いながら見てたんですけど、で、そしたらね、スーパービバホーム、三郷店いいですよっていうのがね、出てきたんですよ。1回とかじゃないんですよ。1人とかじゃなくて、2人出てきたんですよね。それでね、そうなのって思って。っていうのはね、観葉植物見にね、わざわざビバホーム行って、全然なかったってね、記憶がね、あるんですよ。別のビバホームね、三郷じゃないところで。なので、僕の中でビバホームは、観葉植物は弱いんだなっていうのがあって、そういうもうレッテル張りをしてたんですよ。なので、ビバホーム全然行かなかったんですよ。だから、最初レスで一人目が、スーパービバホームの三郷店、すごいいいですよ。私はそこばっかりですね、みたいな感じのことを書いてあった時に、あの程度でも喜ぶ人いるのか、まだ初心者なんだろうな、とか、ちょっと思ってたんですけど、二人目出てきたんでね、と思って。でしかもなんかその人はね、もう本当ね、尾崎フラワーパークとスーパービバホーム三郷店ぐらいの並べてたんですよ。本当にと思って、その店舗によって違うんだろうなって。だからやっぱちょっと行かなきゃいけないな、これは、と思って。ということで、行ってきたんですよ。実はね、その近くでね、ちょっと用事があって、そのついでに行ったって感じだったんですけどね。というのはね、まだね、内心ね、そんなに期待してなかったんですよね。ただね、実際に行ってみて、しばらくね、ちょっとね、脳がね、処理できませんでしたね。どういう意味かって？いや、すごかったんですよ。スレッズのその、最初の一人目にね、ちょっと謝りたい気持ちでしたよ。こんなすげえのかーってちょっとびっくりしました。ちょうどね、なんかね、リニューアルオープン準備中みたいで、なんだっけな、武蔵野用品店とかいうね、名前にね、なんか変わるみたいなね、張り紙がありましたね。そのなんか準備中みたいで、こう綺麗にこうやっぱ配置とかもね、してましたね。そのリニューアルするっていうぐらいだからさ、名前もね、武蔵野用品店っていう屋号をつけてリニューアルするっていうぐらいだからやっぱ力入れてるんでしょうね、もともと。でね、行ってみて、最初に感じたんですけど、フィカス強いっす、ここ。最初入ったら、もうね、すごいぶっといアフリカンプリンスがね、入り口にドーンってあるんですよ。もうそれだけでね、うわっって思いましたね。見たことないぐらいのでかいね、アフリカンプリンスでしたよ。ちょっと前にね、フィカス紹介で取り上げたフランスゴムユキ、最近見ないですよねとか言ったと思うんですよ。言ってましたよね。めっちゃありましたよ。大きいのも、ちょっとちっちゃいのとかも、たくさん並んでんの。って。で、他にも、レアなフィカスっていう意味では、三浦園芸さんのなんかコーナーがあって、そこにね、ナタレンシスがあったりね、緑のナタレンシスですね。トライアンギュラリスの不意とかそういうんじゃない、もう、ナタレンシスっていう名前で置いてある。そういうのはあったりとかしましたけど、あとはね、普段置いてあるようなフィカス、ウンベラーダとか、ベンガレンシス。アルテシマ。あとはバーガンディもあったし、あと、ルビーもジンも、バロック、シタシオン。っていうか、結構ね、何でもありましたね。揃ってるって感じ。でね、ジョイハート、ベンガレンシスの新品種のジョイハートも置いてあったんですよ。それでね、先日ね、フィカス紹介で取り上げたフィカスジョイハートは、ここ行って買ってきたんですよ。フィカス以外の話をすると、多肉、サボテン。一応ね、あったけどね、そんなに目引かなかったですね。コウモリランはちゃんと一応コーナーがあって、それは立派でしたね。ただ、やっぱり、他のね、いろんなとこ行くと、フィカスありませんでしたとか、よく言ったりするじゃない。で、多肉がやっぱすごかったですねとか、アガベばっかでしたとか言うけど、そういう感じじゃなくて、フィカスばっかでした。例えばさ、ホヤとかさ、リプサリスとかそういう系のハンギングとか全然なんか弱いって感じでしたよ。もしかしたらリニューアル準備中で設営がまだ間に合ってなくて、そのハンギング用のコーナーができてないっていうことかもしれないけど、
ただやっぱりちょっとね、フィカスが特に目ついたっていうのはね、やっぱ僕の中でね、ちょっと衝撃でしたね。普段の逆だしね。全体的になんかすごく良かったですね。お客さんもすっごいたくさんいたし、連続してアクアリウムの方もね、ちょっとちらっと見たんだけど、そっちも良かったですね。そっちはね、写真撮影禁止だとか SNS 投稿禁止だって書いてあったんで、ちょっと細かくはちょっと詳細は説明しないけども、そっちもね、ちゃんとしてました。ちょっとおまけであるとかじゃなくて、しっかりしたアクアリウムのコーナーもちゃんとありましたね。そうそう、僕ね、観葉植物好きなんだけど、熱帯魚も好きなんですよ。なので、絶対行くんですよ。よく併設してたりするじゃないですか、熱帯魚屋さんって。ホームセンターなんかは特にそうだけど、それこそ尾崎フラワーパークとかもそうだし、八王子のね、グリーンギャラリーガーデンズも、熱帯魚とかのコーナーもちゃんとあるしね。だから絶対見るんですよ。で、そっちもね、良かったですね。このスーパービバホーム、三郷店も。という感じでね、スーパービバホーム、三郷店も今後もだから通わなきゃいけない場所ということでね、もうリストのかなり上位に、ね、来ちゃいましたね。ホームセンター、すごいとこはすごいですね。で、ちなみになんだけど、最初に話したスレッズの埼玉、東京でおすすめどこがいいですかみたいなの質問のね、答えてる人の中にね、沼の上農園さん、結構みんなね、取り上げててね、何回も出てましたね。確かにあそこすごいですよ。見応えありますね。今度ね、行ってきました動画ね、それもね、報告動画で、あげたいと思うんですけどね。そんな感じです。はい。どうでしょう。ぜひ行ってみてくださいよ。なんかね、いろんなのやっぱりあると、大きいところね、一日それのためだけにね、行く、植物園に行く感じでね、なんかぜひね、行ってみてほしいかも。買うとか買わないとか関係なくね、行ってみて、そんなのがあるんだっていうのに触れられる。ピカス好きだったら、もうこのスーパービバホーム三郷店は間違いないっていうことは僕が言ってね、確認してきましたので、ぜひね、行ってみて、いろんなフィカス見てみてください。本当にね、なかなか刺激的でしたね。ちょっとまだね、興奮してるとまだね、ちょっとね、処理できてないんですよね。なんかね、ビバホームって観葉植物ないってなんか思い込んでた部分があるんですよね。それがちょっと処理しきれてないというか、なんかもうね、入る前からね、なんかやばそうだな、みたいなのがありましたね。めちゃくちゃすごいんじゃねこれみたいなね。そんな感じよ。で、入っても、バーンって感じ。めっちゃ楽しいですよ。ぜひ行ってみて。はい。今日はそんなところですかね。スーパービバホーム、新三郷店。ぜひおすすめです。はい。行ってみてください。じゃあ今日はそんな感じで。